失敗することは悪いことじゃないよって頭で分かっていても、できれば失敗したくないって考えてしまいますよね。皆さんこんにちは。ジャパニーズほのぼのポッドキャストのほのかです。お元気ですか？私はとっても元気です。このチャンネルでは自然な日本語で日本の文化や日常、仕事のことや日頃のお悩みなどなどいろいろなことをお話ししています。今日は失敗が怖いというテーマでお話ししようと思います。失敗についてお話しします。3つのセクションでお話ししようと思います。1つは失敗は悪いことじゃないよというお話。2つ目がフィードバックが大事だよ。失敗の後のフィードバック、対処法が大事だよというお話。で、最後に3つ目がそれでも失敗が怖いときはどうしたらいいのについてお話ししようと思います。まず1つ目、失敗は悪いことじゃないです。皆さんは失敗するのが怖いなって思ったことありますか？私はたくさんあります。失敗すっごく怖かったです。でも失敗は悪いことじゃないんです。むしろ成長するチャンスです。成長するチャンスです。失敗することで成長することができるんです。こういうお話よく聞きますよね。失敗は成長の始まり。あとは失敗は成功の始まりだなんて言いますよね。なぜなら失敗することで何がうまくいかなかったのか、なんで失敗してしまったのかを知ることができるからなんですね。だから失敗は悪いことじゃないんですね。失敗すればするほどどうすればいいのか対処法を学ぶことができるんです。だから失敗は悪いことじゃないです。次に2つ目、フィードバックが大事だよについて話します。大事なのは失敗した後にフィードバックすることなんですね。フィードバック。振り返る。なんでそうなっちゃったのか。次はどうしたらいいのか。これを考えることが大切です。次の対処法。次どうしたらいいのか。次また同じことがあったとき、どうしたらいいかなを考えずに、また同じことをしてしまうと、また同じ失敗をしてしまいます。そして、また今日もダメだった。また今回もできなかった。なんて落ち込んでしまいますよね。でも、フィードバックをすれば、同じ失敗をしなくて済みます。同じ失敗をしなくなります。フィードバックして、方法を見つけて、次もっとどうやったら良くなるかな？もっとどうしたらできるようになるかな？を考えれば、全く同じ失敗はしなくなると思います。つまり失敗を経験に変えることができるんですね。成長することができるんですね。フィードバックすることで。じゃあどうやってフィードバックしたらいいのって思いますよね。フィードバックの方法はいろいろあります。例えば自分で考えるもいいですよね。あとは本やネットで調べるもいいですよね。いろんな情報が載っています。自分で考えるだけだと思いもつかなかった。自分で考えるだけじゃ想像できなかった方法が本やネットには載ってますよね。それでもわからなければ人に聞いてみるのもいいと思います。自分に合った方法で次どうしたらいいのかなを考えてみることです。最後に3つ目。それでもやっぱり失敗が怖いって感じている方、どうしましょう？どうしたらいいですかね？やっぱり失敗怖いなって考えている人はどうしたらいいでしょうか？いくら失敗は成長のもとだよ。失敗することは悪いことじゃないよって頭で分かっていても、それでも失敗が怖い。できれば失敗したくないって考えてしまいますよね。そんな時のおすすめをご紹介します。そんな時のおすすめは 100% 失敗しないことをやるです。
100% 失敗しないこと。逆に言えば 100% 成功することをすることです。100% 失敗しないこと、100% 成功すること。例えば、勉強じゃなくて、今回は勉強の例え話じゃなくて、今回は恋愛の例え話にしてみますか。例えば、100% 失敗しない恋愛、100% 成功する恋愛。その場合で考えてみると、いきなり告白、愛の告白をしたら、振られるか、振られないかのどっちかで、2分の1の確率。成功するか失敗するかは2分の1の確率ですよね。いきなり告白して、もしの話なんですけど、成功する確率がもうめっちゃ低いと思って、いきなり告白して、振られて、失敗して落ち込む。これは失敗になっちゃいますよね。だから、いきなり告白するんじゃなくて、連絡先を聞いてみる。連絡先を聞いてみる。アドレスを聞いてみる。あとは最近の子はインスタグラムで交換するのかな。インスタグラムを聞いてみる。これだったら告白よりは 100% 成功する。100% じゃないかもしれないけど、成功しますよね。成功する確率が高いと思います。だから 100% 失敗しないことをやってみる。これがいいんじゃないかなと思っています。それでもしアドレスとかインスタグラムとか連絡先が聞けたらできたっていう気持ちになって、それが自分の自信になると思います。そういう小さい成功体験を積み重ねて自信、自己肯定感をアップしていけたらいいですよね。では今日のお話をまとめます。失敗は悪いことではなく成長のチャンスです。失敗は悪いことじゃないです。失敗をしたらフィードバック、次どうするか対処法を考えることが大事です。本やネットで調べたり人に聞いてみるのもいいと思います。それでも失敗が怖いっていう人は 100% 成功することから始めてみましょう。皆さんは何かに挑戦するとき、不安とか失敗するのが嫌だなって思ったとき、どんな風にして挑戦していますか？まだまだ私もいろんなことを挑戦して不安になりながら、失敗するのが怖いなって思いながら生きてます。なのでもしよかったらそんな時の心の持ち方、考え方を教えていただけたら嬉しいです。失敗しても大丈夫です。もし何か失敗してしまったなら私に教えてください。一緒に考えましょう。フィードバック一緒に考えます。では今日のお話はここまでです。今日も最後まで聞いてくださり本当にありがとうございました。次のエピソードでもお会いできることを楽しみにしております。バイバイ、またね。